かぼちゃの煮物を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はかぼちゃの煮付けを作りたいと思います。かぼちゃの煮付けはね、皆さん一度は作ったことあるんじゃないかなと思うんですけれども、今回は煮崩れを防止する方法と、あとはホクホクに仕上げる方法をご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。かぼちゃ、お醤油、みりん、料理酒、お砂糖、お水。今回はこちらの材料で作っていきます。まず醤油なんですけれども、今回薄口醤油を使っていきます。かぼちゃの色味を活かしたい場合は薄口醤油がおすすめです。もしない場合は普通のお醤油でも OK です。で、その場合はですね、お醤油は大さじ1加えるようにしてください。こちらの味はね、お好みがあると思いますので、調整していただいて OK です。そして今回使うかぼちゃです。こちら大きめのかぼちゃ4分の1個なんですけれども、グラムで言うと今この状態で約 640g になります。こちらは目安にしてみてください。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずかぼちゃの綿と、あとは種を取り除きます。取り除くときはスプーンを使っていただくと綺麗にね、簡単に取ることができます。これをくり抜きましょう。よいしょよいしょ。はい、OK です。このようにね、綺麗に取り除いてください。それでは続いてかぼちゃを切っていきます。まずこのヘタの部分を最初に切り落としましょう。かぼちゃはね、すごく硬いので手を切らないようにだけ注意してください。で、このお尻の方もね、切り落とします。切り落としたらこのね、切り口を下の状態にしてかぼちゃを固定させてください。で、そしたらですね、まずこれを半分に切ります。この時もすごく硬いので手を怪我しないようにだけ十分に注意してください。で、このようにね、半分に切りましょう。そしたらね、これ半分に切ったものなんですけれども、放射線状に3等分ぐらいにしていきます。この時もね、手を怪我しないようにだけ十分に注意してください。このぐらいかな。はい、こんな感じで切ってください。あとはですね、これを食べやすい大きさですねに切っていきます。はい、こんな感じで切ってください。次はですね、ちょっとね、硬そうな皮の部分はこうやってね、こそぎ取ってください。気になるところだけで大丈夫です。はい、そしたらですね、続いて面取りという作業をしていきます。この作業はね、ちょっと一手間ではあるんですけれども、やっていただくことで煮崩れがしにくくなります。なのでここでね、面取りの方法だけ頭に入れておいて、お時間のある時はね、ぜひやってみてください。ではやっていきます。このね、面取りっていうのはかぼちゃのこの角ですね、これを取り除くことです。皮の部分の角をね、こうやって包丁でピーッと剥きます。で、この時もね、手を怪我しないように注意してください。こんな感じで、これをね、4箇所やります。はい、こんな感じです。このね、皮がついてる角だけね、このように取ってください。それではね、残りも同じように面取りしていきます。はい、OK です。このように面取りが終わりました。それではですね、ここからもポイントです。このかぼちゃをですね、水に30分浸します。そうするとですね、かぼちゃのでんぷんが抜けて煮崩れしにくくなります。なのでね、このようにひたひたにかぼちゃをつけていただいて、このまま30分置いてください。はい、30分経ちました。そしたらこちらの水を一度切ってください。はい、かぼちゃの下準備はこれで OK です。それでは今から煮つけていきます。それではかぼちゃをですね、ぴったり入るくらいのお鍋に入れてください。ここでポイントなのがですね、まずこちらのお砂糖を絡めます。はい、砂糖を加えたら全体に絡めましょう。2、30秒するとね、このようにお砂糖が溶けます。このままですね、今度はまた30分置いてください。かぼちゃの水分量が多いとちょっと水っぽいね、煮付けに仕上がるんですが、このようにね、お砂糖を絡めていただくとかぼちゃから水分が出てホクホクっとした仕上がりになります。少し一手間なんですが、ぜひやってみてください。ではこのまま30分置きます。はい、30分経ちました。
そうするとね、このように水分が出てきます。そしたらですね、このままここにみりん、料理酒、あとは水を回し入れます。このね、かぼちゃをもう一度並べます。このようにね、かぼちゃが重ならないように並べてください。そしたらこちらを火にかけます。で、火加減は強火でまず沸騰させてください。あとね、かぼちゃの皮は下にしてください。はい、で、鍋肌がね、今ふつふつしてきました。そしたら火加減は中火にします。そしてここにね、クッキングシートかまたはアルミホイルで落とし蓋をしてください。やけどしないようにね、注意しましょう。で、このままね、10分煮ていきます。火加減に関してなんですが、先ほど中火と言ったんですが、優しくクツクツするぐらいですね。そのぐらいをキープしながら煮ていってください。なので火加減はね、中火から弱めの中火ぐらいで調整していただくとちょうどいいかなと思います。はい、今ね10分経ちました。落とし蓋を外します。よいしょ。今こんな感じの状態です。そしたら続いてお醤油を回し入れます。で、全体にこうやって行き渡せます。はい、あとはですね、落とし蓋をせずにこのまま3分煮詰めていきます。この時ね、いじってしまうと型崩れしやすいので、このまま煮ていきましょう。で、火加減はね、このぐらいのクツクツ加減をキープしてください。はい、今3分経ちました。そしたら火を止めます。で、最後にね、もう一度こうやって回しましょう。ちょっと傾けて、このね、煮汁を少し上にかけます。このようにね、煮崩れせず美味しそうに仕上がってます。もちろんね、このまま召し上がっていただいても大丈夫なんですが、これをね、一度このまま冷ますことでギュッと味が染み込みます。では、このまま冷ましたいと思います。はい、これでかぼちゃの煮付けの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように型崩れもせずホクホクな煮物に仕上がりました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。水っぽさがなくてすごくホクホクです。さらにですね、味もしっかり染みてます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のかぼちゃの煮付けのポイントです。まずかぼちゃなんですが、種と綿を取り除いていただいて食べやすい大きさに切ってください。その際はかぼちゃがね、すごく硬いので手を怪我しないようにだけ十分に注意していただけたらと思います。今回煮崩れ防止の方法を2つご紹介しました。まず1つ目はかぼちゃの皮の部分の面取りをしてください。面取りというのは切り口の角の部分を削ぎ取ることですね。そうすることによって煮崩れを防止することができます。ちょっとね、一手間なんですけれども、やっていただくだけでね、全然違うと思いますので、ぜひお時間がある時はやってみてください。そして2つ目は水につけることです。切った後ね、かぼちゃを水につけていただくと、かぼちゃからでんぷんが出て、こちらも煮崩れ防止になります。こちらはつけてるだけなので、ぜひやってみてください。そして水を切っていただいたら、お砂糖を絡めて30分置いてください。そうすることでかぼちゃの水分が出て、ホクホクっとした仕上がりになります。そして甘みもしっかり入るので、とてもコクのある美味しい仕上がりになります。そして30分放置したら、洗ったりせずにそのままそこに醤油以外の材料を加えてください。で、この時にね、お醤油を一緒に入れてしまうと、みりんなどの甘みが入っていかないので、お醤油は一番最後に入れるようにしてください。そして調味料を入れたら、鍋肌がふつふつするまで加熱してください。で、ふつふつしてきたら、お鍋の中がクツクツクツと優しく揺れるぐらいにしていただいて、そして上に落とし蓋を置いて、そのまま10分煮てください。火加減に関しましては、鍋の大きさとかでも変わってくるので、様子を見ながら調整して作るようにしてください。で、煮ている最中はね、中をいじらずにそのまま煮るようにしてください。そして10分経ったら落とし蓋を取って、お醤油を回しかけて、優しくお鍋をこうやって回して、醤油を全体になじませてください。その後はですね、3分ほど煮込んでください。あとはですね、そのまま召し上がっていただいても大丈夫ですし、より味を染み込ませたい場合は一度冷ましてから召し上がっていただけたらと思います。そうするとぐっと味が染みて美味しくなります。今回はね、かぼちゃの色味をしっかり出したかったので薄口醤油を使ってます。もしない場合はね、濃い口醤油で作ってみてください。はい、ということで今回はね、基本的なかぼちゃの煮物を作ったんですけれども、ちょっとしたひと手間で一段と美味しくなるので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はかぼちゃの煮物を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。
本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。